今回は春のカラー、イエローのカラーを使ってサブメインに使っていけるデザインご紹介していきたいと思います。春の肌なじみのいい黄色のカラーを使ってグラデーション作っていきたいと思います。黄色のカラーってすごくですね、いろいろもちろん薄いものから濃いものといろいろあると思うんですけれども、今回は少し濃いめの黄色を使ってまずグラデーションですね、トリネのアートブラシを使ってグラデーション作っていきたいと思います。クリアジェルを入れて柔らかく仕上げているので馴染みやすいとは思うんですけれども、ちょっと濃いめの黄色のカラーになってきますので、何回かにですね分けてグラデーション作っていくといいです。まずは通常のグラデーションを作る時と同様にですね、爪の半分よりちょっと上の部分までをですねぼかすような感じでこの薄さで伸ばしていきます。でその状態でもう一度黄色のカラーを取っていただいて、その今塗った部分のちょうど半分よりちょっと上ぐらいですねの部分を今度はぼかすような感じでやっていきます。濃いから何回かに分けてグラデーションを作っていくといってもですね、一度ずつ硬化をしてしまうとなかなかですねこの前に塗ったカラーとのこの馴染みがですねうまく馴染まなくなってしまいますので、一度でこんな風に段階を得て分けてやっていく方法の方がですね馴染みやすくなってきますので、下に引いたカラーと次にのせたカラーをなじませながらという風に回数分けてやっていただくといいです。でだいたいこれくらいで一度硬化していきます。で硬化が終わったらもう一度ですね重ねていくんですが、だいたいこれくらいの濃さでですね一度の硬化でぼかしを作っていけるといいんですけれども、なかなかやっぱり濃いカラーってグラデーションが難しくなってきますので、そういった時はこの黄色のカラーをですねクリアの量をちょっと調整したものを2つですね2種類用意していただいて、まずは濃い方の黄色でですね最初にグラデーション作ったように薄くまず半分よりちょっと上の部分をぼかしていきます。そしてもう少しクリアの量を入れた黄色のカラーをですね薄めのものです。それを、2度目のところで、真ん中からちょっと上の部分ですかねをぼかすような感じで薄いジェルを上にのせてというような感じでやっていくといいと思います。でそこで一度硬化していただいてから、今度最後はですね濃いめの黄色でもう一度半分より下の部分をですね爪先にかけてしっかりと黄色のカラーを入れていただくと今回私がやっているよりはですね馴染みを効かせながら作りやすいと思います。こんな感じでグラデーションを作れたら、続いてシャレドアの鬼ライナーを使って少しアクセントを入れていきたいと思います。これもトリネのアートジェルブラシ使っていきたいと思います。波アートのような模様をちょっと入れていきたいんですけれども、よく大理石とかにもですね入れていくようなラインになってくるんですが、まずは細くですねこれくらいの太さでいいのでまず白のアート用のジェルでですねちょっと波打つような感じで描いていただいて、そこでですね筆からジェルティッシュでしっかりと拭い取っていただいて、ちょうどこのラインのすぐ下に筆を縦向きにですね当てていただいて、このように筆を上下に動かすようなイメージでだんだんと下のところにですね動かしていきます。でこの上下に動かすことによって下の部分がですねボケてくるんですが、今回は私筆にですね何もついてない状態で筆をもう上下に動かすことでぼかしを作っているんですけれども、なかなかこのアート用のジェルがですね硬すぎてボケにくい場合がありますので、私も今回ちょっとですねボケにくいなと思ったので何回かに分けてですねぼかしを入れているんですが、まずラインを引いていただいてから筆からですねジェルを拭い取っていただいて、その筆にクリアジェルを少しですね染み込ませていただいて、クリアジェルが筆に入っている状態で同じような作業をですね上下に動かしてという風にやっていただくと、いい感じにですねこの下の部分がボケてくると思います。波ラインが1本できたらですね、続いてこれもアート用の白のジェルを使って今度は細筆に描いていただいて、この波ラインではなく細いラインをですね1本引いていきます。先ほど描いた波ラインとちょっと重なるような感じで、これもですねちょっと S 字を描くような感じでうねりを効かせながら細いラインを1本描いてみてください。このラインは細ければ細いほどかっこよくなってくるんですけれども、割と1本だけだったら細い線ちょっと頑張ったりできますので、細い線をですね下から上に引いていくようなイメージで描いていただくといいと思います。では続いてさらにですね
キラキラグリッターも少し入れていきたいと思います。これ一つの大きさだけのグリッターよりですね、こんな風に大きさがいろいろミックスされているものをですね、この先ほど細いラインを描いたこの波のところにですね、ちょっとこれもですね重なり合うような感じでこんな風にところどころに散らしていただくと、すごく流れているような感じが表現できるので、すごく素敵に仕上がってくると思います。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではこんな感じで一旦トップジェルで仕上げていきたいと思います。こういったデザインですね、トップジェルをきれいにコーティングするとまたかっこよさがですね増してきますので、このトップジェルきれいにコーティングしていただくといいと思います。光のラインが通るようにコーティングをしていくんですが、なかなか光のライン難しい場合はですね、こんな風に爪を反対向きにしていただいて光のライン作ってあげてください。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。濃いカラーでグラデーション作っている分ですね、爪先に少し膨らみが出やすいと思いますので、そんな時にですねしっかりとこの形の整えやっていただくといいと思います。では最後に色ジェルのグロシートップジェルコーティングしていきます。今回はサブメインに使いやすいデザインになってきますので、ここに特にですねミラーアクセサリーを入れたりとか、あとストーンを入れていくわけではないので、本当に最後のツヤ出しのコーティングもですねもうつるっと仕上がるようにささっと塗っていただくといいと思います。はい、こんな感じで完成です。春に人気の黄色のカラーを使って、もうこの黄色もですねもともと肌なじみのいいカラーで仕上げているので、肌に馴染みやすく、そしてグラデーションにすることによって濃い黄色のカラーでもですね楽しんでいけると思います。黄色のカラーだけだとなかなかですねちょっと抵抗があるなという方もすごく多いと思うんですけれども、こんな風にグラデーションにしてあげることによって、そしてですね波アートとかこの白のアートでですねちょっとアクセントを加えてあげるだけで上品に仕上がってきますので、ぜひやってみてください。そして今回ですね前回ご紹介したメインのカモミールの小花のデザインに合わせるサブメインとしてご紹介をしたいんですけれども、5本指でデザインをするとしたら薬指と親指がメイン、そしてその他は黄色のグラデーションという風にデザインしていくと思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。春のカラーにこのイエローだけじゃなくピンクだったりとかグリーンのカラーにまた少しですねちょっとしたアレンジを加えるだけで、とてもサブメインとしても使っていけると思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のちび息子、最近本当によく動き回るんですが、動き回るといってもずりずりと動くんですけれども、さっきまでここにいたと思うと今度はまた全然違うとこにいたり、行動範囲がどんどん広がっていくんです。そしていつも必ずおてんばした娘の遊んでいるおもちゃの元へ。小さいなりにもわかるのか、おてんばした娘がそれはダメといつも怒るので、いない時を狙っていくんです。初めはたまたまかなと思っていたんですけれども、このレゴのおもちゃのこのプレートから剥がれる感じがなんか気持ちいいのか、必ずこのレゴのおもちゃを外すんです。おてんばした娘が一生懸命組み立てたレゴのおもちゃをちび息子が外して、なんだかその繰り返しが見ているこっちからするとすごく笑えてしまうんです。このレゴだったら男の子も女の子も一緒に遊べるので、早く2人で仲良く遊べるようになるといいですよね。おてんばした娘も大きくなりましたが、ちび息子もどんどん成長して時が経つのって本当に早いですよね。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。